はい、皆さんこんにちは。機械系男子のけんちです。今回はですね、この夏に僕がしたいことをですね、3つ、お話ししていこうかなと思います。今回の話す内容としては結構ね、緩めに、これからね、夏休み期間、お盆の期間に入りますけども、少しまとまった時間の中で、本を読んだりとか、あとはそれ以外にもやっていきたいことをですね、ゆるくお話ししていこうかなと思います。この夏の時間、夏のね、お盆休みもありますし、かといってそんなに長いもんじゃないんですけども、でもお盆休み明けても8月いっぱいをめどにですね、ちょっとやっていきたいなと思っていることをですね、話していこうかなと思います。それがですね、3つあるんですけども、それ先に言っちゃうとですね、1つ目にですね、これは読書とは関係ないことなんですけども、1つ目が、英語の力をですね、英語力を高めたいなと思います。英語のですね、スピーキングとリスニングに関してですね、そこをですね、実はね、2ヶ月前ぐらいからその勉強を始めてたんですけども、この8月っていう期間をかけて、ちょっと固めていきたいと。そのリスニングにしては、このスピードだったら聞き取れるとか、あとはスピーキングにしては、この程度の中学1年生、2年生レベルの英語だったらスラスラ言えるっていう風に、ある程度のレベルまでね、固めていこうかなっていう風な、そういう期間にしたいと思ってます。ちょっとね、これはね、業務上で、近い未来に業務上、スピーキングとリスニングがね、必要になってくる場面が出るんですよね。そのために、実は2ヶ月前から勉強してて、それをですね、8月で固めようと思ってます。それがですね、1個目やりたいことですね。で、2つ目がですね、これは、読書なんですけど、少し勉強の意味を兼ねて、知識をね、つけたいなと。知識をね、つけるための読書をしたいなと思います。それが何かっていうとですね、具体的にはですね、こちらのような、ブルーバックスさんですね。これが、前に読んだことがある本ですけども、これ何かっていうと、理系の本ですね。理科系のですね、そういう専門的な知識をですね、解説してくれてるような本になるんですよ。結構一冊の本で幅広く問題を扱うんじゃなくて、本当にちょっとした一部ですね、一部分についての理解をすごい深めるような、いわば深掘りするような本なんですよ。で、そういう本をですね、夏の期間にちょっと一冊読みたいなと。これがですね、夏にやりたいこと2つ目ですね。で、3つ目がですね、今あるこちらの積んどく本の中から何をですね、夏の期間に読もうかなっていうのを、お話ししていこうかなと思います。それぞれね、軽く適当に雑談していきますけども、1個目のね、英語に関しては、2ヶ月前からやってますよってことを言ったんですけども、2ヶ月前から始めてる勉強っていうのは、とりあえずね、英語の耳、英語の頭にするために、適当にネットフリックスとかで海外のドラマとか映画を見て、意味が全然わかんないけども、とりあえず聞くという感じで、英語の字幕を追っかけて、今何を話しているのかっていうのを、聞き取ろうっていう努力をしたのと、あとはですね、スピーキングに関しては、簡単なね、本を買いまして、こちらのね、本なんですけども、こんな感じの、トレーニング本を買ってですね、内容はね、本当にすごい簡単なんですよ。中学1年生とか2年生レベルの、例えばこういう単元がありましてですね、これを使った例文が10個とかあるんですけども、これがね、本当にすごい簡単な文なんですよ。英語で見るとですね、日本語でもすごい簡単なんですけども、これをじゃあ日本語からすぐ英語にできるかって言われると、これ実際ね、中学1年生、2年生のレベルなんですけども、意外とね、すぐ出てこないんですよ。本当になんかレベルとしては、一番最初のページとかね、This is a pen とか、そのレベルなんですよ。そっから始まって、徐々にね、慣らしていくっていうのをね、ずっとやってました。なのでね、この夏の期間、お盆とかね、夏の期間をかけて、とりあえずね、この本に関してはもう全部スラスラ言えますよっていうぐらいに、ちょっと固めていきたいなと思ってるところなんですね。業務上でね、近い未来で使うって言いましたけども、そこまでね、専門的な言葉を使う必要はないんですよ。専門用語を知ってる人はまた別にいるので、僕はですね、本当に日常会話ができるぐらいであればいいんですね。なのでそういう本当に中学1年生、2年生レベルのね、英語をとりあえず身につけようとやって今頑張ってるところですね。はい。で、2つ目のですね、ブルーバックさんの本を読みたいっていうことなんですけども、これね、昔読んだこの、マックスウェルの悪魔ですね。これがですね、分野としては熱力学の分野になるんですけども、熱力学の中でも相当ね、小さい、もう本当に一段階レベルの話なんですけども、すごいね、理解が深まったんですよ。やっぱあんまりね、最近、自分のね、知識をね、蓄えるための勉強って全然してこなかったなと。日々の業務でいっぱいだったなって思って、いつ使えるかどうかもわかんないけども、そういう知識をね、つけるっていうか、そういう勉強の頭をね、使うっていうのも、大事かなと思って、この夏少しね、知識を蓄えたいなと思って、こちらのブルーバックさんの本をですね、読んでいきたいなと思います。はい。で、最後ですね、本題になりますけども、この夏の期間でですね、僕が
何を読もうかってのを、さっきね、結構ね、悩んで考えたんですけども、今ここにあるのがですね、今現在僕が持ってる積んどく本ですね。今年の初めに買った本とか、あとはこの前買い足した本とかも、あるわけなんですけども、この中から、僕がね、この夏に何を読もうかってのを考えるときに、基準をですね、少し設けまして、それがですね、やっぱ夏っていうこのムシムシと暑い夏なんで、少しね、スカッとしたい爽快感のあるもの、やっぱ読み終わった後にすっきりしたいなっていう気持ちがあるんですよ。なのでね、あんまり重ための本とかしんみりしたような本ってのはちょっとね、今は読む気分じゃないんですね。あとはこの夏だけで読み切れるような、そういうぐらいの軽さもちょっと欲しいんですよ。だからね、ちょっとね、その上下巻に分かれてる本とか、あとは一冊にしても結構長い本とかはね、敬遠をしてますね。で、パッと見ですね、この積んどくも見たときに、このね、ひまわりの咲かない夏ですね。これがね、タイトル的には完全に夏とマッチしてるんですけども、これ作者が三尾修介さんっていうのとあって、あとはですね、ちらっと感想を読んだんですけども、やっぱりね、爽快感があるような本ではないかなと。例えばシャドウとかもありましたけども、読み終わった後にすごいスカッとしたなっていう風な感じにはね、やっぱならないような気がするんです。ちょっとね、なんか後味が残るような本なのかなと思って、これはね、後の楽しみにとっておきたいなと思います。時間があったらね、全然夏に関する本なんで読んでいきたいなとは思うんですけども、あとはね、奥田秀夫さんもちょっと迷ったんですよ。やっぱね、その読みやすさで言うとね、すごい読みやすくて、絶対楽しめるなっていう本なんで、奥田秀夫さん読もうかなって思ったんですけど、もうちょっとね、なんか気分的に疲れた時に、この本はね、取っておきたいので、これもですね、後々っていう感じですね。ってことをですね、ちょっと考えていくと、僕がね、この積んどく本の中から選んだ一冊としては、やはりですね、爽快感を味わうために、この伊坂さんをですね、選ばせていただきました。この風川優雅ってやつなんですけども、ミステリーじゃないよ。ミステリーというよりかはファンタジー系なのかな。なんかそんな感じがするんですけども、おそらく伊坂さんだったら、多分最後ね、読んだ後に結構、気持ちよくね、終わらせてくれるかなっていう期待感があるので、こちらをですね、夏の期間、読んでいこうかなと思います。今現在ですね、宮部みゆきさんの貨車をですね、まだ読んでる段階でして、でもこれも、夏休み入ったら、1日とかあれば多分読み切れるぐらいの量なので、それが読み終わったら、こちらのね、風川優が読んでいきたいなと思います。この、夏っていうね、外を出歩くだけですごい体力が奪われていくような季節ですけども、やっぱちょっと疲れてるじゃないですか。少し夏バテってのもあって、やはり爽快感を小説でも味わいたいっていう思いから、こちらのね、伊坂さんを選んでるわけなんですけども、今後ですね、秋とか冬とかね、じっくり時間が、一人の時間が持てるような時に、ここら辺のね、メルビルさんとか、あとはね、萌えよ剣とか、この萌えよ剣もね、すごい読みたいんですよね。この前ね、YouTube で、三宅佳穂さんっていう、書評家ですね。自分でも本を出してる人なんですけども、その方のね、インタビューの動画みたいのがあって、それを見たんですよ。そしたらね、三宅さんのね、バイブルが、この萌えよ剣だったんですよ。そういう風に話してて、いや、これは絶対読まなきゃなと思って、そんなにバイブルになるほどすごいのかっていう思ったんで、この萌えよ剣は時間をかけて楽しみながら読んでいきたいなと思います。そんな感じで、今回はですね、この夏これからですね、自分が何をやっていきたいかってことについて、ゆるくお話しさせていただきました。またですね、読み終わったら紹介していこうかなと思います。はい、それではですね、今回の動画はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。